要はその子会社っていう形でお金突っ込んで、若手でなんか元気なやつ入れて、お前なんかやれや、なんか考えろやっていうのを必死で考えさせた方が当たる可能性高いです。はい、今日のタイトルがなんだっけ、希望は無知から生まれるっていうのにしたんですけど、結局そのある程度その世の中がこうだよねって分かってると先を諦めちゃうんですよね。なので僕その選挙の時にどう選挙で投票したとしても日本が良くなることはないよねっていう話をしちゃうんですよ。で無知な人ってそうは言っても良くなるかもしれないじゃんっていうので割とその頑張ったりするんですよね。で今の介護の話とかもじゃあ機械が作るのできないよって言っちゃう人って無知だからなんですよ。技術的には可能なんですよ。あと必要なのはお金なんですよね。なのでその無知な人たちで止める側の無知っていうので老害っていう人がいるんですけど、で僕がその選挙で日本は変わらんよねって言ったのは実は老害になってるかもしれなくて、でもその時々若手ベンチャーをやる人っていうのがいて、よくわかんないけど俺できると思うんだよねっていうのでなんだか知んないけどできちゃう人っているんですよね。こんなもん作れないと思ったらなんか作れちゃいましたっていう若手とか、なんかベンチャー企業とかでいやいやうまくいかないっしょって思ったらなんかやったらうまくいっちゃったみたいなっていうのもいたりするので、割とその頭が悪い人の方が結構事業うまくいくことがあるんですよ。その頭でっかちな人ってできない理由、失敗する理由っていうのを一生懸命考えちゃうし、経験としていやいやそれはうまくいかないよっていうのが言えちゃったりするんですよ。なのでその止める側に回っちゃうんですけど、そうは言っても割とその若手の元気な人ってでもできないって言われてるけどなんか分かんないけどやってみるわって言ってやっちゃってできちゃったりするんですよ。でその力って若い人の方が持ってるんですよ。なのでその若い人には割とその新しい仕事とかなんかこれ難しいよねできないんじゃねっていうのに挑戦してもらった方が結果うまくいくと思うんですよね。なのでその若者の人生がロックインされるようなものっていうのはできるだけ少ない方がいいと思ってるので、なのでそのなんか大学生が卒業した時に奨学金みたいな借金を負っていてなんか返さなきゃいけないから介護みたいな仕事やらなきゃいけないんだよねみたいな形で毎日毎日同じことをし続けるみたいなことをやっとくと気がついたら30歳になって何か新しいことができないっていうのになっちゃうんですよね。安藤美希の4回転もそうだし大谷翔平さんもそうなんですけど、大谷翔平さんっていうバッターでもそのピッチャーでも割とメジャーリーグで成果を出した人がいるんですけど、あの人がメジャーリーグに行く時に確か高齢の野球解説やってる人が二刀流なんて無理だからどっちかにするべきだって言ってたらしいんですよね。でその老害の人が言うことを信じてたら多分大谷翔平さんってただのバッターかただのピッチャーだったんですよ。ところがどっこい両方やったっていうので、野球好きだったら世界中みんな知ってるよね大谷翔平っていう、ショータイムっていう人になったんですけど、それってやっぱりその老害の言ってることを信じなくて、いや俺できると思うよ二刀流って自分を信じたんだと思うんですよね。で多分やっぱ普通だったらいやいやいやバッターとピッチャー両方なんかできないっしょってなるんですけど、若手大谷さんはいやいや俺なんかできると思うんだよねやってみるわって言って結果やれたんですよ。っていうのがあるのでやっぱ若い人はそのいやできると思うんだよねって信じるっていうのは結構大事だと思うんですよ。なので若い人がなんとなくできるんだよねっていうのはちゃんと応援するべきだし、なんか若い人をロックインしちゃうのは良くないので、なので介護とかっていうのは若い人にはやらせない方がいいんじゃないかなと僕は思ってたりしますよ。はい。30歳中小な流通企業の後継者です。主に鉄の流通業を千葉で行ってます。創業120年ほどです。社員のほとんどが40歳以上、新入社員は10年以上なし、売上は毎年微減、特に新規事業はありません。社員のほとんどは現状維持派で日々同じ仕事をし続けているだけです。しかし借り入れは預金超過で収益不動産もあり銀行の、投資枠も潤沢です。新しいビジネスを何かしなければ自利品です。会社を変えていこうという社員も何人か手を挙げてくれたんですが間がありません。どんなビジネスができるでしょうか。残念ながら新しい会社作った方がいいです。今の会社の人たちっていうのは40歳以上で現状維持派の人たちなので今のことをやり続けてれば別に困らないで引退できるんですよ。なので今の人たちといくら相談したとしてもでもこれやってもリスクあるからやらない方がいいよね今のままでいいんじゃねってなっちゃうんですよ。なので全く新しい会社を作って新しいスタッフを雇ってでそこのコストを今の会社から払うようにしてください。要はその子会社っていう形でお金突っ込んでそこに今の社員入れちゃダメです。40歳以上の人。40歳以上の人入れちゃうともう何もしない方がいいよねってなっちゃうので。
なので給料安い手取り18万円とかで若手でなんか元気なやつ入れてお前なんかやれやなんか考えろやっていうのを必死で考えさせた方が当たる可能性高いです。はい、なので大企業って結構子会社をいっぱい作るっていうのでなんかカンパニー制っていうのを昔ソニーがやったりっていうのなんですけどっていう感じで自由を持たせてやらせると結構新しいことやるんですけどそれを本社でやろうとちょっと失敗するんですよね。前回もそのバイオっていうソニーのパソコンの話をしたんですけどそのソニーがバイオっていうパソコンをやった時にずっと赤字でバイオのそのバイオをソニーが作るのをやめてバイオ株式会社っていうのを作ってそこのもうソニーじゃない人たちに任せたんですよ。でその結果今利益出してるんですよね。なのでその大企業でやるとうまくいかないしその大企業の時代もバイオのスタッフって、これやった方がいいんじゃないはあったんだけどでもこれうちがやるのはどうかなみたいなのでやらなかったアイデアをバイオ株式会社をやったんですよ。でその結果うまくいったっていうのもあったりするのでなのでその安定した状況の人たちが相談して物事を決めるとあんまりうまくいかないことがあるのでなので安定してない人たちに任せる方が実はうまくいくっていうのはあるんじゃないかなと思います。28歳公務員医療従事者です。お金と自由が欲しくて転職したいです。迷ってます。大学の恩師のベンチャー企業で医療系スイートして働くやりがいとお金は手に入るが自由を諦め勉強は辛いにコーチングパーソナルジムのベンチャー企業に転職する。心理と筋トレ大好き転職できれば楽しそう。3、健康食品のネットワークビジネス、人の接するのが好き、健康食品の勉強も好き、食えるようになれば最高いかがですか。まず3はやめた方がいいと思います。ネットワークビジネスって他人を騙して食う仕事なんで表向きは綺麗事のように言ってるんですけど人と接するのが好きで、人を騙すのが好きであればネットワークビジネスいいかもしれないですけど本当にいい商品ってネットワークビジネスをやらないで普通に店舗に卸したりとかオンラインで販売して売れるんですよ。でいい商品じゃないものをネットワークビジネスって感じで他人を騙して売るっていうのをやるので公務員で医療従事者の方であれば多分良心とかモラルとかあるのでネットワークビジネス抜いてないと思います。で残念ながらそのパーソナルジムとかって今時かなり競争激しいんですよ。もともとそのパーソナルじゃない普通のジムっていうところに働いてたインストラクターの人とかが、そのコロナ禍もあって仕事がないよねっていうのでパーソナルジムめちゃくちゃいっぱい始めてるんですよね。でそれなりに経歴があってじゃあこういうジムやってますっていう人がいっぱいいるのでそういう状況で働いても競争が激しいのでそんなに給料もらえないと思いますよ。なので医療従事者で資格もあるんだったらその方が全然給料高いと思うのでなのでその大学の恩師のベンチャー企業であれば大学の先生がやってるところなのでまともな就職対応している可能性があるのでもし公務員の医療従事者辞めるのであればその大学の先生のところに行こうがまだまともなんじゃないかなと思いますけども。イタリアマフィアってどんな感じのヤクザですか。世界のマフィアと日本のマフィアの違いを教えてください。イタリアマフィアは知らないですけど日本以外のマフィアっていうかその暴力団ヤクザは同じグループだとすると日本以外は基本的には分からない格好をしています。チンピラの人たちっていうのが俺様チンピラだよっていう格好をしてるんですけど基本的には違法な行為をしてお金を儲けてる人たちなので表向きの仕事があったり割とちゃんとしたスーツを着ててギラギラした金のネックレスとかをしてなかったりするのが普通です。なので街中でこの人絶対犯罪者じゃねみたいな格好してる人っていうのはあんまりいないです。なので日本はむしろ分かりやすい格好をしてるっていうので珍しい国なんじゃないかなと思いますけどただアメリカのその黒人グループとかコスタリカ系とか移民グループとかのマフィアというかギャング系はまた別です。あれはあれでまた要は自分たちはこういう格好をして威圧をするっていうのも含めてファッションでやってるので金儲けでちゃんとやろうとしてるわけじゃないですよね。でヨーロッパ系のマフィアって割と金を儲けでちゃんとやろうとしてるのでちゃんと捕まらないようにバレないようにするんですよね。子供が最近見た映画というかネットフリックスのドラマで20億ユーロ2000億円ぐらいの詐欺をした人たちのグループのドキュメンタリーがあるんですよ。で結構珍しいのが、こういう犯罪がありましたよっていう映画っていっぱいあるんですけど主演がその詐欺をやったおっちゃんなんですよ。環境税の詐欺やったんですけどもともとそのヨーロッパって CO2 排出権取引っていう市場があるんですけどでその排出権取引のその消費税的なやつを払わないっていう詐欺だったんですけどでそこの排出市場自体が潰れたんですけど
要は消費税を払わない詐欺っていうのがあったんですよね。でその消費税を払わない詐欺があったので、フランス政府が消費税払わない詐欺をできなくしたんですよ。要はその環境 CO2 の排出していいですよっていう排出量を取引する市場の消費税を払わなくていいっていう穴があったので、その穴を埋めたんですよ。で穴を埋めたら、その排出権取引市場の9割の取引が止まって価格が10% まで下がったんですよ。なので何が分かったかっていうと、その排出源市場の9割の出来高は詐欺だったんですよ。なので実は詐欺をやってた人がいたんじゃなくて、ほぼみんな詐欺師だったんですよ。詐欺師がずっとぐるぐる回してて、まともな人は1割しかいなかったと。でじゃあ20億円の詐欺をやった人が、その20億ユーロ2000億円の詐欺をやった人がなんで捕まったかっていうと、他の人は賢かったので数億円儲けたらやめてるんですけど、そのおっちゃんがあまりにバカだったんで捕まるまでやり続けたんですよ。もう周りみんな知ってたんですよ、こいつ詐欺やってるって。で調べたら案の定詐欺やってるし、案の定捕まったんですよ。なので頭が悪いんで、俺こんな悪さしたよっていうのをバンバン喋るんですよ。ですごい陽気なおっちゃんで、要は人殺したわけでもないし、騙して金を取ったわけでもないと。政府に対して払わなきゃいけないものを払わなかった。脱税なんですけど、脱税だから俺は人に迷惑をかけてない。なので俺は悪人として扱われるのは納得がいかんみたいなことを怒鳴ったりするタイプの頭の悪いおっちゃんなんで、すげえ面白いドキュメンタリーなんですよ。で、そのおっちゃんが儲けた2000億円のうちの、10% ぐらいはそのおっちゃんが持ってて、で投資した人が 15% ぐらい持ってて、7割ぐらいはそのイスラエル人が持ってったんですよ。なので1800億円とかをイスラエル人が持ってったはずなんですけど、そのイスラエル人殺されてるんですよ。フランスのちょっと東にある郊外の地域で呼び出されて殺されてるんですよ。でその陽気なおっちゃんが殺したんじゃないかっていう思惑で調べられたんですけど、でそのおっちゃん俺は絶対殺してないと。なので嘘発見かけられてもいいぜって言って、でそこのドキュメンタリーを撮ってる人たちがスペインで公安でもともと働いていて、でそのイスラエルの嘘発見器の協会にも所属していて、でそのマドリードの米国大使館でも働いていて、嘘発見器の割とエキスパートの人たちを呼んで、その陽気な詐欺師のおっちゃんの嘘発見器をかけてみたら、全部正直に俺は殺してないって言ったのが正しかったっていうのが分かって、そのドキュメンタリー終わるんですけど、で何が言いたかったかっていうと、その1700億円稼いだイスラエル人殺されてるんですけど、お金どっか消えてるんですよ。なので要は派手に金バンバン使ってるその詐欺師のおっちゃんとか捕まってるし、金稼いでたグループはみんな捕まったり逮捕されたりして殺されたりしてるんですけど、お金消えてて本当にじゃあ金持ってった人は分からないんですよ。っていう感じで、そのマフィアって悪いことをする以上は分からないように隠れた方が得なんですよね。だって派手にパーティーとかで芸能人とかで呼んだパーティーとかやってて、すげえ豪華にどっちの騒ぎしてたんですよ、騒ぎ師のおっちゃんは。そういう騒ぎ大好きなんで。でも案の定逮捕されるんですけど、でもマフィアの人っていうのはそういう派手なことやらないんですよ。カルロス・ゴーンさんがベルサイユ宮殿を借り切って結婚式やって派手なことやったじゃないですか。でも案の定逮捕されたんですけど、なので本当に悪いことやってる人は地味に分からないようにやりますよって話です。タイトルがね、史上最大の詐欺20億ユーロとかで検索すれば多分出てくると思うんですけど、